納税額が多い企業ランキング。9位日立製作所3059億円。前年順位9。納税が多い理由。構造改革に伴う事業売却益に加え、本業の収益性が向上したことで法人税等3059億円を計上しました。法人所得に対する実効税率約 30% を考慮すると、約1兆円規模の課税対象所得が発生している計算になります。業績売上高は9兆7287億円で、前年の構造改革日立金属の売却等の影響を除くと実質増収です。調整後営業利益は7558億円と前年比で約 10% 伸びており、利益率は 7.8% まで向上しています。セグメント IT デジタル分野のデジタルシステム&サービスが売上の約 25%、2兆5343億円を占め、営業利益の約 40% を稼ぐ再主力です。鉄道や電力のグリーンエナジー&モビリティも売上の 28% を占め、世界的な脱炭素需要で伸びています。ライバルと比較ドイツのシーメンス売上約12兆円、営業利益率約 15% と比較すると、利益率ではまだ劣りますが、IT とインフラをつなぐルマーダ事業の成長率では日立が追い上げています。特徴単なるメーカーではなく、独自プラットフォームルマーダによるデータ分析と鉄道や送電網などの現場技術 OT を融合させた世界でも稀なデジタルインフラ企業へと進化しました。9位ソニーグループ3138億円。前年順位10位。納税が多い理由。ゲーム、音楽、映画のエンタメ3分野が世界的に高収益を維持し、国内法人の利益も厚いため3138億円を納税しています。特に自社開発ソフトの利益率が非常に高いことが要因です。業績売上高13兆208億円、前年比 19% 増、営業利益1兆2019億円と巨大な規模ながら増収を続けています。セグメントゲーム事業が売上の 33%、 4兆2677億円、音楽が 12%、 1兆6030億円、金融が 12%、 1兆7700億円とバランスよく構成。利益面では音楽事業が営業利益率約 18% と非常に高い収益を誇ります。ライバルと比較、任天堂売上高1兆6718億円に対し、ソニーは売上規模で約8倍。ただしハードの利益率では任天堂が勝る局面もあり、ソニーは PS プラスなどの継続課金サービスで安定感を出しています。特徴ハードウェア PS やカメラから IP スパイダーマンやアニメ、金融までを垂直統合した感情をテーマにする世界唯一のコングロマリット複合企業です。8位三菱商事3172億円。前年順位3位。納税が多い理由。資源価格がピーク時より落ち着いたものの、オーストラリアの原料済み事業などで依然として高い利益を上げているため3172億円を納税しました。業績純利益9640億円を記録。前年の歴史的な資源高騰時1兆1807億円からは減少したものの、過去2番目の高水準を維持し、稼ぐ力は底上げされています。セグメント天然ガス利益約1500億円と金属資源利益約3500億円の資源分野が利益の半分以上を占めますが、食品や自動車などの資源分野も着実に数千億円規模の利益を積み上げています。ライバルと比較、三井物産純利益1兆636億円に首位を譲りましたが、三菱商事は自社株買いなどの株主還元額で勝り、投資効率を示す ROE 自己資本利益率で競っています。特徴単なる仲介商売から事業そのものを運営する経営体へ移行、ローソンを共同経営するなど生活インフラ全般に深く関わっています。7位 KDDI3385億円。前年順位11位以下。納税が多い理由。通信料金値下げの影響を DX 支援や金融 AUPAY 等の利益で完全に補い、国内で安定して約1兆円の営業利益を上げ続けているため3385億円の納税となりました。業績売上高5兆7540億円、前年比 1.5% 増、営業利益9616億円。微増ながら10年以上続く連続増配を背景とした安定成長が特徴です。セグメント通信中心のパーソナルが売上の約 80% を占めますが、法人向けのビジネスが 20%、 1兆1300億円まで成長し、2桁成長を続けています。ライバルと比較、ソフトバンク営業利益8761億円に対し利益額で上回っています。 ARPU1 人当たり売上の維持においてサブブランド UQ モバイルへの移行をうまく制御して勝っています。特徴通信を核にライフデザインとして銀行、保険、電気をセット販売するクロスセル戦略に長けており、顧客の解約率が極めて低いのが強みです。6位東京海上ホールディングス3965億円。前年順位11位以下。納税が多い理由。海外での保険引き受け利益が 40% 増と急進し、さらに国内の政策保有株式持ち合い株の売却益が利益を大きく押し上げたことで3965億円の納税となりました。業績純利益6958億円、前年比 85% 増、過去最高益を大幅に更新し、グローバル保険会社としての地位を確固たるものにしています。セグメント国内損害保険が利益の約 45%、海外保険事業が約 50% 超と、もはや収益の半分以上を海外で稼ぐ構造になっています。ライバルと比較、国内2位の MS&AD 純利益約3500億円に対し、利益規模で約2倍の差をつけています。海外事業の収益や安定性においてライバルを圧倒しています。特徴、積極的な海外 M&A により
特定の地域日本の災害リスクに依存しないリスクの分散が世界トップレベルで完成されています。ホイホンダ技研工業4146億円、前年順位11位以下。納税が多い理由、北米でのハイブリッド車販売が想定を大きく上回る好調さを見せ、円安メリットも加わり、利益が過去最高水準へ急拡大したため4146億円を納税しました。業績売上高20兆4288億円、前年比 20% 増。営業利益1兆3819億円、前年比 77% 増。コロナ禍後の供給制限解除が追い風となりました。セグメント4輪事業売上13兆円が最大ですが、2輪事業売上3兆円が利益率 17% という驚異的な稼ぎを叩き出し、グループの利益の約4割を支えています。ライバルと比較、トヨタ自動車営業利益 5.3 兆円には規模で及びませんが、二輪車での世界シェア約 30% は圧倒的。4輪でも北米での CR、V などの人気で、1台当たりの利益額を伸ばしています。特徴、ソニーとの合弁はフイーラや全固体電池の開発など、エンジン技術を捨てずに電動化へシフトするホンダらしい独自路線を貫いています。4位 NTT4823 億円、前年順位に、納税が多い理由、国内最大の光回線モバイルドコモ契約数を持ち、毎月数千億円規模の現金収入があるため、4823億円という巨額の納税を継続しています。業績、営業収益13兆3746億円。営業利益1兆9229億円。利益額では日本企業でトヨタに次ぐトップクラスを維持していますが、成長率はやや鈍化傾向にあります。セグメントドコモ等の総合 ICT が利益の約 44%、地域通信東西が約 20%、NTT データ等のグローバルソリューションが約 25% と IT サービスへのシフトが進んでいます。ライバルと比較、 KDDI 利益約9600億円の約2倍の利益を稼いでいます。データセンターの保有容量では世界トップクラスであり、インフラとしての強さは他社の追随を許しません。特徴、次世代通信技術 IOWN により、現在の100倍の伝送容量と100分の1の消費電力を目指すなど、通信の物理限界に挑む世界的リーダーです。3位、三井住友フィナンシャルグループ5131億円、前年順位6。納税が多い理由、美米の金利上昇により、企業への貸し出し利息収入が増加。さらにキャッシュレス三井住友カードの決済額が20兆円を突破して数量収益が爆増したため、5131億円を納税しました。業績、経常収益9兆1104億円、純利益9629億円。国内海外ともに貸し出金ビザヤが改善し、右肩上がりの業績を継続しています。セグメント、法人向けビジネスが利益の約 40%、個人向けリテールが約 20%、海外事業が約 30% と、海外と決済事業が成長を牽引しています。ライバルと比較、三菱 UFJ に対し、従業員数が少ないため1人当たり利益では勝ることが多いです。また、V ポイントと T ポイントの統合により、国内経済圏争いで一歩リードしています。特徴、銀行証券カードの連携がメガバンクで最もスムーズであり、スピード感のあるデジタル戦略が最大の特徴です。2位、三菱 UFJ フィナンシャルグループ6092億円、前年順位4。納税が多い理由、純利益が過去最高の1兆4907億円に達し、国内海外の両輪で莫大な利益を生んだため、6092億円という銀行業として突出した額を納税しました。業績、経常収益11兆4411億円。金利上昇局面を捉えた運用が当たり、日本企業全体でもトップ3に入る利益創出力を誇ります。セグメント、法人向け約 35%、海外事業約 30%、市場運用約 15% と、グローバルな資産運用能力が非常に高いのが特徴です。ライバルと比較、三井住友純利益約9600億円に対し、利益規模で 1.5 倍の差。ベイモルガン・スタンレーへの出資による配当金など、投資による収益力でも他業を圧倒しています。特徴、日本だけでなく、アジアや米国の金融市場でも大きな影響力を持つ世界のメガバンクであり、グローバルな資金循環の用となっています。1位、インテックス級、国際石油開発低石 INPX8646 億円、前年順位1位。納税が多い理由、原油価格が1バレル80ドル前後で推移する中、海外特にオーストラリアなどのプロジェクトで発生する高い政府へのロイヤリティや法人税が重なり、8646億円という桁違いの納税額となっています。業績、売上高2兆1645億円、純利益3222億円。売上に対する納税額の比率が異常に高く、国の財政を支える税金製造装置のような側面を持ちます。セグメント売上の大半が原油と天然ガスの生産販売です。特にイクシス LNG プロジェクトが収益の柱であり、日本のエネルギー自給率向上に貢献しています。ライバルと比較、前エクソンモービル等に比べれば規模は小さいですが、営業利益率が 50% を超えるなど、資源開発特有の超高収益体質は共通しています。特徴、経済産業大臣が黄金株拒絶権を保有する特殊な国策会社であり、利益を出すことと日本のエネルギー安全保障を守ることが同時に求められる企業です。ランキングのポイントと注意点。トヨタ自動車が1位ではない理由、例年トップを争うトヨタ自動車ですが、連結決算上の法人税等は、海外子会社が現地で納める税金も含まれるため、単独の日本への納税額とは異なります。また、税効果会計や還付の影響で年度ごとに変動が大きいため、2024年の確定値ベースではインペックスや金融大手が上位に来ています。1位のインペックスは、エネルギー価格の高騰による利益増に加え、
海外でのプロジェクトにかかる高い税率広告使用料などが含まれるため、支払額が非常に大きくなる傾向があります。銀行通信の安定感メガバンクや通信キャリア NTT、KDDI は国内で巨額の利益を安定して上げているため、毎年上位の常連です。豆知識法人税の実効税率。日本の標準的な法人実効税率は現在約 30.62% です。企業の利益所得のうち約3割が税金として納められている計算になります。いかがでしたか？この情報が役に立ったと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。